This June, in honor of Pride Month and Juneteenth, Bloomberg brings you a special equality series every Thursday in June at 1 p.m. Eastern. Bloomberg Equality, celebrating inclusion this Pride Month and all year long. I think Europe's falling into a recession. It's got a tightening central bank now for the first time in a very long time. But I don't think the US falls into a recession. I think China's probably going to be enormously stimulative in the second half of this year. どうも、LK ラジオ LK です。6月10日金曜日、夜間 CFD 指標ライブ。今日は5月の CPI が出るということで、あと10分なんですけども、すごい皆さんが、市場がすごい集中して注目してるんで、そこまでするんだったらこっちもご報告に上がろうと思いまして、速報をね。なんでこんなに集中して、インフレがね、これでもフェットの動きがこれで決まるっていう話なんだけど、そんな、今夜の数値でフェットの動きは変わらないと思うんですけどね。フェットが言ってるのは、今夜と来月、再来月を見て、動きをちゃんと調べて、それで考えるっていうか、今夜がどうのこうのじゃないんだけど、なんか知らんけど、マーケットも皆さんみんな、今日の指標、結果を見たいということで、集中して見たいってことで、だったら一緒にじゃあ見ましょうかっていう感じですかね。で、相場がちょっと、さっきからちょっと上がってるのはやっぱりもう、イベント終わったらこれはもう上に行っちゃうのかなって考えてるんですけども、皆さんが気にしてるのはコアインフレで、コアですね。コアのインフレがどうなってるのかっていう話なんですけども、一応前年比、コアインフレ、前回が 6.2 の、今回予想が 5.9。あとは、前月比もありました。前月比、前回 0.6% でした。今回 0.5% 予想。それから、普通のインフレ、コアじゃないもの。これも前月比と前年比が出ますので、一応コア中心に見ていこうかなと思ってます。それが一番なんか大切だって言ってます。中にはその4つ出るんだけども、これ4つの中でどれかが1つ高かったらもうダメですっていう人もいるし、人それぞれで、私が一番気にしているのがどっちかっていえばこの今夜22時45分だから10時45分に出てくるECB の、ECB 総裁、ラガルド議長、どっち総裁ラガルドさんがまたスピーチするっていう話で10時45分。こっちの方がね、気になると思います。あとは、11時に出てくるミシガンコンシューマーセンティメント、ミシガン信頼者、指数だよね。はい。これも出るということで、どうなるかということですね。ミシガンコンシューマーセンティメント。あと真夜中に何これ月次バジェットステートメントってなんだろう、なんか出ますね。朝の3時に出る。まあいいや、それは。相場はやっぱりちょっとこう緊張してるんでしょうか。日経に関してはもう必要以上に上に行ったんで S q でも調整が入ってね、ここまで来てるっていうことなんですけども、もうちょっと下がるかなと思ってたんですけども、なんだろう、円安も続いてるし、あとはインバウンド関係、今日からあれですよね、外国の観光客が
日本を訪れる、できるということで、明日からそのインバウンド関係の事業が忙しくなるということを考えたら、別に日経は高くていいんじゃないかっていうね、そういう話もあるらしいですから。あと、どれぐらいでしょう。あと5分か。はいはいはい。一応ここに出てますんで、はい、コア。あと、普通にこのインフレ、前年比のやつね。前回が 8.3 で、今回が 8.3 の予想。ブルームバーグなんか 8.2 の予想っていうのがあるんだよ。なんかベンダーによって予想の値が違うんで、かけ離れたらちょっとダメだねっていう感じでしょうか。はい。なんとなくね、上に来そうな感じですよね。もう最初からなんかもう買われてるじゃないですか。ね、だからもう、イベント終わったら買いですかなって。Of inflation. And Lisa, I think this has been underreported. Ben Emmons was out today with a very nice observation on the stickiness of inflation. But the idea, there it is, energy up 11% month over month. Energy commodities, distillates up 8%. エネルギーがね、問題なんだって。エネルギーがバンバン上がっちゃってるから、だからインフレ要因。で、コモディティ、他のものはなんか意外と横ばいだって言ってるから。あと4分ぐらいある。オシレーターは何という名前ですか？なんだっけ？ 3 つあって、レックスとアルチメートとプライスゾーンオシレーター。書いた方がいいのかな？ PZO だからオルティメイとなんだっけ REX I'm hurting, Tom, personally hurting. But do you see housing breaking? Because that's part of this report here in 5 minutes. To me, it's one of the most important questions. 雇用統計より注目されている感じです。そうだよね。そうですよね。そのまんま、インフレ、ね、インフレ指標なんで、そのまんまですよね。あと3分緊張するな。もうちょいか。まあね、8.8% になってね、すごいよね。高いし。でもう夏に入ってるからアメリカはドライビングシーズンらしいです。だからもっとガソリンを使う時期になってるんでっていう。だからまあ先行き高くなるよねっていう話。ちょっと待って、コーヒー入れてくる。一応ね、この、なんだっけ、トレーディングビューは、この経済指標出るんですよ。こうやってね。タイムリーに出るかどうかわかんないけど、まあ一応、ほら、時間があるから。あと50秒か。ごめん。
どれから言ったらいいの？これ見えるからいいか、別に言わなくても。言った方がいいか。コアから言えばいいね。コアは、マンソンマンスがいいのか、前月比がいいのかな？コア。その後、前年比。コア前月、コア前年って言えばいいか。コア前月が 0.5 の予想。コア前年が 5.9 の予想。それがどうなのかっていうやつ。あと10秒。5、4、3、2、1。コア、前月比 0.6 高い。全部高い。コアインフレ。前年比6%、5.9 じゃなくて 6% いってる。普通のインフレ、8.6、8.3 じゃなく、8.3 の予想が 8.6。普通のインフレ前月比 0.7 の予想が 1%。全部高い。さあ、マーケットはどうだ？下行って、反発しそうな感じ。全部高いです。もう一回ね、前月比のコアインフレが 0.5% の予想に対して 0.6。前月比のインフレが 0.7 の予想に対して 1%。はい。コアの前年比 5.9% の予想が 6%。インフレ率前年比、8.3% の予想に対して 8.6。はい、全部高い。ということです。売り。どうなの？Away from the biggest data point of the week, US CPI consumer inflation for the month of May. We are going to get those numbers. This is Bloomberg Surveillance on Bloomberg Radio, on Bloomberg Television. Tom Keene, Jonathan Farrell, Lisa Abramowitz, John out, Matt Miller in. Also, are the numbers. Michael McKee, our economics correspondent, with that data. Mike. Well, Lisa, this is not going to be news. Good news down at 1600 Pennsylvania Avenue. The CPI comes in up 1% for the month of May. That is higher than the 0.3 we saw in April and much higher than the 0.7 that had been forecast. Core comes in up 0.6%. That is the same as it was, but it is higher than what had been anticipated. Year-over-year. 音声ミキサー。あ、そうか。It was up 8.3% in April, 8.6% for the month of May. That matches the all-time high in this cycle. And the core rate up 6%. That's a little bit lower than last month's 6.2%. 今になって反応してきてるね。ね、やっぱりツイッターとかで投稿してる人が全部まとめて出してるから、それがなんか影響してんでしょうかね。面白いね。だから、若干ディレイがあるんですけども。さあ、これでどうすんの？なんかシグナルみたいなのが出るかな。これでいいか。これは何？日経先物か。ちょっと先物はな、あれなんで、こっちにしよう。これは何？一応 CDF 日経です。はい。パラボリックだっけの売りイントが入ってますね。売ってくださいって、2枚売れっていうシグナルが出てますけども。で、こういうのって、基本的に、まあいい情報なんだけど、だから
と言ってここじゃ売らないんですよ。どっちかって言えば、今この売りが結構入ってるんで、入ってる売りに対してちょっと待って、相場が若干ね、戻すんだよね、上の方に。上に戻った時に売るんですよ。わかりますとか言って全然戻らなかったりして。そういったこともあるんで、待ってても戻らない時ってかなりもう、ビッドをすごい叩いてるのが、ね、先行されて、それでマーケット戻ってこないっていうのがあるんで、それもしょうがない。それはもう見逃すしかないんですけども、こうやって売りが入って、たまにこう、マーケットがぐーっと戻るときあるんですよね。で、それを狙って、売ったりなんかする。そう。5分足にしようか。これなんかもう、ここら辺でも売れてんのか、これは。ね。5分はちょっと短すぎるな。15分にしよう。ビデオが止まっちゃった。シーン。戻ってこないね。そのまんまだ。ダメだ、これ。これでいいか。コンシューマープライス。高いね。結局全部高かったんだ。ね、予想よりも。でもさ、そんなに、ちょっと先物見てみようか。一瞬。先物こんな感じだけど、これが一目金公表、1時間足なんですけども、このマーケットってこの雲に対して反比例して動く時があって、で、結局この雲の上ですね、こことここがあるんで、少なくともここまで、今夜の1時半までは、売られる要因が非常に強いっていうことで、その後がちょっと反発っていう感じなんで、ここ平べったいんですけども、上が。そうすると、22時30分ってあれか。アメリカの市場が始まって、そこから1時半までが、売られる要因強いっていうことで、理論的に。実際にそうなのかわかりませんけども、なんかでも、アメリカの市場が始まったら売られ売られそうですよね。だったら夜中の1時半までは弱含むというような感じだと思います。で、その後、ちょっと反発するんでしょうねという感じですかね。はい。あとね、面白いのがあって、実は、この、結局戻ってこないね。どれだったっけ
これじゃない、これじゃない。これじゃなくて、バッテンがついてるやつ。あ、これか。結構下がっちゃうね。イベント終わったら上に行っちゃうんじゃないかと思って、全然上に行かないじゃんみたいな。ですよね。何をしようとしているかっていうと、これが、1時間。なんかこの、一目金公表のインジケーター、売り買いのインジケーターが出るんですよ。今日分かったんだけど、これ1時間足で、ここでも買いが入って、この辺っていうのは、スペース聞いてる人、あれなんですけども、26,750 円から買って、で、その利食いが、ここなんですけども、確かこれか。利食いが 27,850 円。そう。か、そこからショートを振るか。だからまた、反発して 27,850 円とかいったら、売ってもいいっていうシグナルだと思うんですよね。だから反発したらそこでまたショートするとか、っていうことを考えてもいいのかななんて思ってます。27,850 円です。はい。ちょうどこの雲の中入ってるんで、反発してもやっぱりこの、右側の雲が先行スパン1と2が、平行に下方してますよね。これが結構売られる相場が弱くなる要因だと思ってますんで、一応1時間のやつですから、1時間のやつなんで、ちょっと短いんですけどね、本当は。でも短期的には、相場戻っても、戻り、高値の 27,850 円とか戻ってきても、そこはまた売られる要因なのかなと思ってます。若干下げ渋ってるような感じだよね。でもこれはまたニューヨーク始まったら多分売られると思う。そんな感じですよ。で、これで10年ものはどうなってるかっていうと、10年もの国債は、物価上がってるからね。インフレだから何？金利上がるんじゃないのこれって。3% ぐらい。10年国債。米国債、10年もの利回りです。3.009。で、どこまでいったのこれ。結果が出て何 ?3.085 までいったのだよね。3.085 いって、今が 3.012。だから、結果が出て7ベースポイントぐらい動いたんだ。上と下。すごいね、これ。7ベースポイントも動いちゃうの。大したもんだ。でもなんかね、下がってるからどういうこと？
で、また戻ってきてるね。3.02%。じゃあこれは油、原油先物か。原油先物 122.09 上がってます。やっぱりインフレ要因だからね、上がるわな。だから全然OPEC のその増産とかいう話も全然びくともしなかったって感じですかね。上行っちゃってます。さあ、ではダウの CFD 見てみようか。ちょっとガチャガチャしてるけどこれ。冷やしのやつ。もうやっぱり売れって出てるよね。この雲に沿ってこう下に行くっていう感じですよね、これね。だから結局これ、ここで揉み合って上に行くのかなと思ったら、結局下行っちゃったね。これあれだよね。なんだっけ、LINE で見ると、ベースラインってやつ。昨日から見てたけど。これ。ちょっとごちゃごちゃしてるからあれか。いろんなインジケーターちょっと消しますけども。これ消せばいいのか。この動き、結局上行ってこう下行って上行って、なんかこれがあれに見えたんですよね。ヘッド&ショルダー。そう、その後の動きだから、すごいね、これ。ここまで行っちゃってるよ。これで見ると、ダウは結構下がるね、これね。そうすると、この動きがあるのか。逆ヘッド&ショルダーみたいなのが、ここで形成されるね。ここまで来たら買いなんじゃないの？このプライスはちょっとあれなんで、よくわかんないけど、Dow Jones Industrial Average。ここに先物が出てる。S&P 先物が何？これ 1% 下がってんの交渉。どこまで下がるんでしょうか。そうだね。指し値がなかなか刺さらない。なるほど。下のはミックスさせるんですね。ありがとうございます。はいはい。ダウの、これが15になってるからな。15じゃなくて、冷やしのやつ。これですよ。これだよね。そう。これ。ダウのこのヘッド&ショルダー。思いっきりあれじゃないですか。教科書通りの下げじゃないですか、これ。ね。で、その反対がこのでかいやつ。この動き。そうすると、ちょっといびつだけど、下行ったとして、この3万
1725ドル。うん。そこ行ったら買い。だそうです。教科書通りにやれば。うん。そこまで行くのかっていう話だけど、じゃあ調べてみようか。昨日から比べたら、あれれれれれ。でしょほら。前日比 1.68% 下落。だから前日比541ドル下がったらそこが買いですっていうこと。どうよこれ。ちょっと、あれですかこれ、専門的な考えじゃないでしょうかこれ。上級クラスこれ。違うか。上級クラスじゃない。どうなんだろう。まだダメか。まだ初心者ですかね、これは。まあでもこういう考えができるわけですよ。この逆、ヘッド&ショルダーっていうのを、この前回のこのショルダーのね、場所を次のサポートラインとして考えれば、1.68%、もうほとんど 1.7% 下がったらそこは買いなんではないかと。ね。値で言えば、まあ540ドルぐらい。もう550でいいや。550ドルぐらい下がったらそこはもう買い。あるいはもう500ドル以上下がったら買い。ちょうどなんかこの、ね、こう一回下がって、これが5月のなんだっけ、S q の時にガタッと下がったから、ね、なんですけども、まあ今回あれか、今度は6月の S q があるのか。ね、日本の S q が終わって、今度は6月、アメリカの S q が17日だよね。だから17日に起きるんで、それに向かってこっち下がるのかな。それが終わって、それ終わる前にあれか、FOMC があるわ。ごめんなさい。FOMC が15日にあるわ。でしょう。それもあって、S q もあって、それでこそイベントが終わって終わりだ。それで上だ。そんな感じですかね。さあ、今何人聞いてるの？結構聞いてるこれ。何人のこれ ?160 人。おお、金曜の夜なのに遊ばないの皆さん。結構集まってますけども。ベーコンさんがピース。ベーコンさんはあんまり外行かない人ですか？いつもいるんで。相場好きなんだね、みんなね。違う？金曜の夜だから遊んでんのかと思ったら違うの。ね。吉祥さんが遊んで、そうか。吉祥さんがね、最近、なかなかできたんで嬉しいんだよね。そのまま持ってんの吉祥さん。持ってんだ。持ってる。あ、そう。いいね。今夜のだからニューヨークまた下がるからね、別に今買い戻しなくてもいいのかなっていう感じしますよね。うん。そう、だから、さっきの、雲の時間で言うと、まあ少なくとも1時半ぐらいまでは、マーケットが落ち着かないのかなと思います。パチ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 。あとは、いつもの皆様で。最近ちらほら、DM 来
てまして、いろいろと相談にも乗ってますので、あんまり難しい話はできないんですけど、今このポジションを持って、ここからどこで損切ったらいいかとかね、そういった話は相談になりますので、ね、あとやっぱりノートに出してる売買動向と出来高棒グラフ、あちらの方見ていただければ、ね、あっちの方はちょっと今止めてるんで、また後でアップデートしますけども、そう。10時45分だからまだだよね。そうだそう。今何時だよ。9時55分か。もう一回じゃあ、ダウの方見よう。このまんま行くと、CFD のダウですと、これで、今見てるのは、CFD のこの日足のチャートを見てまして、もうあとだから、ダウが寄りついても下の方で寄りつくんで、あとはもう、そこから240ドルぐらい下がったらもう、そこまでたどり着くってそんな感じですよ、これ。ね。そっか。あとは先物見ればいいのか。ね。CFD だけじゃなくて先物もこれ見よう。これはまあ別に10分のディレイですけども、別に10分ぐらいでしたら別に問題なくわかるんでね。うん。クレディ・スイスのアメリカ株式のストラテジスト、戦略アナリストですよね。彼が言うには、もう、大体もう、CPI が高いっていうのはもう分かってたんだと。ね。でそれがマーケットに、及ぼすその悪い影響っていうのはもう前々からもう分かってますと。だから今日の発表悪いっていうのはね、もう織り込み済みっていうふうに考えてるから、そんなに、この今日の結果であんまり悲観的になることはこれ以上ないって言ってます。ということは、ある程度だから今日ガクッと下がったらやっぱりちょっと買いなんじゃないのね。やっぱりそこそこ織り込んでいると思うんですよ。この2日間の動きでね、結構下行ったから。で、このダウを LINE でちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと家族が帰ってくるというのがね、興奮する。ほら、どうした？うるさい。うるさい。うるさい。
ごめん。うるさいですか？すいません。LINE にすると、ベースラインでしょ。別に LINE でもいいんだけど。これが邪魔か。これでいいや。そう、これがダウの、戻りませんね。そうなんだよね。だから、でもまあ、今日ぐらいじゃないの？やっぱりこうガタッと下がって。あとはだから FOMC が待ってるから、そんなにね、今動かしてもしょうがないんで、今日のだから CPI でだいたいもう、悪いニュースはだいたい出ちゃうと思うんで、この動きかな。こっから、ここまで。そうすると、先物ベースで考えても、あとまあ 0.7% ぐらい下。218ドルぐらい。そう、だから、今日の、ダウ、寄り付いて、30分後に寄り付きますけども、もうそこからまあ200ドルぐらい下行ったら、前回のね、この一番底につくんだよね。そう。で、二番底がこっちだから、二番底の手前の一番底が、値で言うと31,650ドルぐらい。だからそこまで、下落する可能性もありますんで。でもそこ行ったら、このヘッド&ショルダーの逆のバージョンで考えれば、そこは買いかなと思います。ちょっと待ってください。ちょっとあれかな。こっちを静かにすればいいのかな。Exactly where I wanted to go. Well, a lot of people were parsing between the numbers. You strip out energy, you strip out food, and you start to see it's everything else as well, whether it's airlines, whether it's cars, whether it's whatever else people are buying. We are seeing real wages continue to head further negative. They are not keeping pace with inflation where it is now, currently on a weekly basis, negative 3.9% in terms of real wage inflation. And that's the weakest going back in data to 2006. How much will that crimp consumer appetite, David? So we think that it will. And, one interesting thing that we've observed in some of the data from the Chase side of our business is that there's already been a significant shift in spending, particularly amongst lower income individuals, away from discretionary items and back into core, right? They're spending more on food, they're spending more filling their cars, heating their homes, so on and so forth. This has also been reflected and highlighted in a number of retailer earnings reports over the past couple of weeks. And so I think what's going on here is you're going to see this shift in consumption. We know that the consumer is healthy. We know that the consumer has excess savings, which can allow them to withstand this food and energy and commodity shock more broadly. But they
what they are spending on. And I do think that that's going to lead not just growth to slow, but inflation to come off the boil here during the second half of this year. Again, that headline number is very noisy given what's going on with energy prices, and anybody who drives a car knows exactly what's going on with energy prices. I think watching that core figure is going to be key for determining what the Fed is going to do, and we do think that that core figure could decelerate with a bit more pace during the second half than people may be thinking in the wake of this morning's report. That headline figure is noisy. It's also what people are feeling with that new 40-year high for inflation. And even if the Fed eventually gets a sense of patience from that core CPI coming down, right now expectations are high that we are going to get 3 consecutive 50 basis point rate hikes. Michael McKee parsing through all of this. Mike, what are you seeing? Well, Lisa, you got to go back to December 1981, as you said, to find the last time we were dealing with inflation this high. And remember, they've changed the calculation since then to make it come in a little bit lower. So 8.6% is definitely going to be considered bad news. And while you guys were just talking about the Fed looking at core inflation, for Joe Biden and the administration and the average American, it's headline that matters because it's gasoline and it is food. And gasoline prices were up 4.1% in May, 48.7% on an annual basis. And the bad news is in June, prices have gone even higher. Most states now over $5 a gallon. Food at home up 11.9% over the course of the year. Owner's equivalent rent, that's one that's really got to be watched because up 0.6%. That's higher than it has been. And that pushes up home prices 5.1%. They're a third of the CPI. And used cars, we thought they were going to go down. They didn't. And they're up 1.8%, 16%. Airfares, everybody knows, have been up. So the components that have been driving inflation haven't really gotten any better. We've broadened out a little bit, and that is kind of bad news. And what you look at when you see what's happening with gasoline is the percentage of what you're taking home, your paycheck, your earnings, your spending that is going to gasoline has risen to an 8-year high and will probably go up even higher than that when we get the June figures. But as far as the Fed is concerned, they're going to watch. The markets are repricing, as you said, now 50 basis points for the next 3 meetings, but there are 3 CPI reports ahead. So we shall see whether we see any relief at all in the coming months. It's hard to see it coming with gasoline given the seasonality, but at this point, the Fed can keep raising rates, but can they tame gasoline and food prices? That's one area they don't have much power over. Mike, that's what a lot of people are pointing to. Thank you, that the Fed cannot drill for gas, or drill for oil or refine it into gas, and they cannot plant crops. Mohamed El-Erian was weighing in on the Fed's approach to taming inflation just yesterday. Take a listen. Now it's about minimizing the mistake, and they're going to have to make a choice and stick to it. The worst thing is a flip-flopping Fed, a Fed that hikes rates and then pauses in September, then starts hiking again and then pauses again. That would just mean that stagflation would persist much longer than it needs to. Others say we're already in a recession. That's the view from Bank of America's Michael Hartnett, writing the following: we're in technical recession, but just don't realize it. In short, inflation shock not over, rates shock just starting, growth shock coming, no release valve from peak in yields, bear market rally to consensus. David Leibovitz, still with us. Do you agree? Is that what you're seeing also, that the bear market rally is basically the consensus right now, which means that perhaps we are heading toward a bit of a more weakening situation? So, I think what's so interesting about the current environment is that there's lots of bad news, and everybody knows what the bad news is, right? Inflation's elevated, gas prices are high. It looks like growth is decelerating with a bit more pace. We had a negative growth quarter to kick off the year. What's so interesting to me, though, is that when you look at what's going on in the economy, when we go through the airport, various cities seeing clients, ごめんなさい。すみませんでした。ちょっと家族の人が帰ってきてて、うるさかったんで、ちょっとボリュームをね、こちらの方で消してました。すみません。in 2023, but if growth has come under pressure, which arguably it has, this is
ゆめさん、すみませんでした。聞こえてますかね、もう。犬がすごい吠えてたから。すみませんでした。犬がうるさく。Three CPI reports that Mike mentioned, more clarity from the Fed is what's needed for the equity market to find its footing. 聞こえました。そうだね。これどうするよ、この日経。どこまで行くのよ。どこまで。止まるとこはどこなんだって。これが、ね、冷やしだから、from the S&P. We continue to be interested, and this is where we started the year, in those types of businesses, those sectors, those industries that have この雲のここまで来る、来ないよ。そこまで行かないでしょ。急激に上がってるからね。And I think Jonathan Golub was saying this earlier on. The question today for us is which equities do you own? Because even with a 10-year, that's not a rate of return that's going to be sufficient for most people to accomplish their goals. 全然話してませんでした。あれ、3時間足の雲を下に行っちゃってるね、これね。じゃあ4時間足は、4時間見てもこうやってなんかうなぎ登りっていうかね、先行スパン1と2が右肩上がりなんで、こういうの見るとやっぱ強いのかなと思いますよね。ちゃんとここに売りが入ってる。これが、この下のチャート、これがこっちに来ると強くなるっていう感じですから。4時間足だと別に買ってもいいっていうその青いシグナルが出てますんでね。長い目で見てる人は別にいいっていう感じですけど、まあね、短期で売買してる人たちは大変ですよね。ワンちゃんほっとします。言ってたね。一応トイプードルなんですけど、本当は家族以外の人が来たら吠えてほしいんだけど、家族が帰ってくると怒るっていう、ね、なんか変な意味なんですよ。家族が帰ってくるとワンワン吠えるんですよ。何しに帰ってきたみたいな感じ。ここは自分の家だと思ってね。で、家族はいらないみたいな。なんかそんな変な意味。すいません。もう下行ったまんまなんか戻らなくなっちゃったよね、これ。5分足。まあでも5分足見るとどうなんだろう。2-year yield that, as you know, backing up more than 10 basis points, weighing on big tech valuation fears, down 1.9%. It's also interesting, though, you don't have the rest of the yield curve, or you don't have some of the other yields, they're flat. You have banks down, even with the yield curve flattening, not surprisingly, down 2.1%. 前回 you were just mentioning that airline inflation down 2.3%, and then Target, they of course have had a tough time managing inventories.
Inflation, a piece of that story. That big box retailer down 1.3%. A rough start to this morning for sure, Lisa. Abigail, for sure. Thank you for keeping track of it. We'll keep checking in with you. Coming up, the Biden administration trying to tackle supply side inflation in the face of what we just saw from the CPI report. We were paying $400 a container in 2020, and then by September, October of last year, we were paying $20,000, $25,000. ボリュームで過去のやつのちょっと待って。Stocks plunge in the face of higher and yet higher inflation in the United States. This is Bloomberg. You will put a woman on Mars. You will bring forth global cooling. You will be the first chief crypto officer. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You'll get insight into limitless possibilities, knowledge, and inspiration to feed your ambition. So before you invent, pioneer, disrupt, before you change the world, Bloomberg. Zurich is mobilizing for climate action through the Zurich Forest Project to restore a portion of Brazil's Atlantic 前の6月切りも入っちゃうんだけども、これでおおよそどんなどこが薄いかどこが約定が多いかっていうのこれでわかるから。すみません。Central banks have to accept that they may be sacrificing some growth momentum to get inflation under control. And that's going to create uncertainty across all of the financial markets that we pay attention to. これでいくとここら辺が、今ね、その出来高棒グラフの累積のやつを今度はこの、トレーディングビューで見てるんですけども、この一番ボリュームが固まっているところね、ここまでいくっていうことは 27,380 円です。次行くとしたら下、今ここで止まってんですよね。ここで止まってるから、ここからこの下ちょうどこのボリュームが多いでしょう。ここで止まってるんですよ。ね、だから、じゃあこっち行かなければいいんですけど、ここはなんだ、500円、そうか、27,500 円割ったら危ないですよっていう。27,500 円。ちょうど心理的なプライスでもあるのかな。27,500 円だからね。そこも一応直近のサポートラインになるんでしょうね。そこから下行ったらもう380円とか。ちょうどフィボナッチ 61% で。そうなんですか。なるほど。もっと大きいのかと思ってました。いや、違います。トイプルドです。On labor negotiations with dock workers, one trade group president saying a strike could, quote, certainly move us into recession in a matter of weeks. So the なんか夜中に暗いところに向かってワンワン吠えたりするんですよ。だからなんか変なもん見えてるのかなと思って。恐ろしいんですけど。夜中の3時、4時ぐらいにこうワンワン吠えるときあって、誰もいないのに。誰に吠えてんだよって。ね、恐ろしいね。時刻が22時18分で、はい。ノリック555さん、こんばんは。どうも。
今だから待ってるのが、ね、アメリカ市場、ね、相手からどういうリアクションが起きるかっていうことなんだけども、この一連のインフレの指標が出て、全部予想よりも全部高かったっていう。年率のインフレが 8.6 ってすごくないですかね。このままでいったら 9% 以上になってる。うちは運送会社の人にも、そう、普通はそうだよね。運送会社の人にワンワンとか吠えるな。うちはなんで出かけて帰ってくる家族に向かってワンワン吠えた方がいいのかな。何しに帰ってきたんだみたいな、そんな感じですかね。で、コアが、前月比のコアが 0.5 の予想に対して 0.6 はまあまあいいとして、あとは5.9 の予想に対して 6% もこれ年率ですけども、コアはそんなにブレてないんだけど、普通のインフレ。だからこれの調整がね、株に入ると思うから、でも10年ものの国債のさ、すげえ浮いててる。10年もの、アメリカの10年もの利回りがさっきなんか全然下だったのに、ね、今どこ 3.085 さっき 3.01 だったじゃん。なんか30分の間に8ベースポイントとかすぐ動いちゃう。10ベースポイントとか。ね。1日に、1日の間の1時間の間に10ベースポイントぐらい平気で動いちゃうのこれ。すごいね。But it's targeting the tangential pieces of inflation, which is going to be not providing domestic stimulus to individuals through things like the child tax credit or the earned income tax credit right now, but things like domestic さあ、皆さん結構集まりましたけども。providing funding to those, trying to tamp down domestic household 何でもいいですよ、もしご相談があれば。スペースの方ももしよろしければ、なんだっけな、この YouTube のチャットの方にね、いろいろと質問とかあれば、見ますんで。このまま相場を見てもね、眺めてもしょうがない。そうだから、サポートは先ほど言いましたように、でも今日も510いってる？いってない？もうそこら辺来てんだ。だから510割っちゃうとちょっともっといっちゃうね、下ね。一応そこは分岐点なんで。そう。Before COVID, we were in the midst of a trade war with China in the run-up to the pandemic, and you already saw corporations beginning to take action. ここまで売られると、今までのこの毎日のこの一連の上昇は何だったんだろうって思っちゃいますよね。We're much more in the camp of globalization. We think that businesses are going to be more thoughtful about where their supply chains are located, where they're doing business. It's not necessarily going to be about seeking out that lowest cost of labor and production, but the idea that this whole thing gets completely thrown into reverse to us is just a bit of a stretch. And the other point that I think it's important to recognize is
おー、結構上の方まで来てますね、これ。いつ以来？5月の11日、もっと前か。5月の9日、一番底をつけた時の、金利の水準まで来てるよ、これ。ということは、ちょっとアメリカ株、危ういってことね。でもまあ今日ぐらいでしょう、多分。ガタッと下がるのはどうなんでしょう。510円いったよ。ここで耐えられるかどうかです。先生。You will shed light on dark matter. You will make aging optional. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. 金利がすごいね、これ。どんどん上に行く感じなのかな、これ。ちょっと待ってよ。500円、510、500円。ちょっと危ないな、これ。出来高じゃあちょっと見てみようか。この赤が増えれば売られていくっていう要因なんで、ミニも見ましょうか。でもそんなについてってないって感じですよ。550円が、900枚トレードされていて、その下結構ちょっと薄商いって感じ。うん。ミニ主導だな。これで見ると、ラージがね、756枚の売り越しに対して、ミニが16,000って1600か。1600枚対1600枚。1600枚足す700枚。2300枚以上。2300枚の売り越しですね。で、ミニ主導か。うん。1対2ぐらいの比率。そう、ラージが1枚に対して、ミニがラージ換算で2枚。だからミニ主導で売られてるんで、で、ラージがついてきて、今のところラージがついてきてこないということなんで、短期的に売られている要因が強いっていう、そういう感じですよ。はい。おっと。金利がもっと上がった。3.1%。ね、1時間の間に10ベーシスポイント動いちゃうの。こ
ここまで、じゃあ、さっき結果が出たときになんで 3% だったんだろうね。よくわかんないね。3.08 から 3% に下がって、今 3.1% になったんで。異常だ、これ。ちょっとダウの先物見ようか。どうなってんのダウの先物。どこに行っちゃったっけこれか。もう先物があと2番底までのとこまでもうちょいだよこれ。もう一回やると、あとね、100ドルぐらいで、115ドルか、ぐらいで、一番底、最初の一番底か、にたどり着きます。5月12日の。だからそこまで行ったら、さすがに落ち着くんじゃないですか。ね、だから、ダウが、寄り付いてガクって下がったのがもう、そこがもう、ピークじゃない下に行く。こんばんは、どうも。本当？朝の実況の買い売り間違えてた。買いの枚数が多くてもチャートは反対。下がる。一旦するんですかね。買いの枚数が多くてもチャートは反対。そうなんだよ。そう。買い越しになっててもチャートが下がる理由として、だからまあ、ビットを叩いてる枚数よりもオファーを買ってる枚数が多いんだよね。でも相場が下がってるわけでしょ。そうだから、なんか不思議なとこあって、多分、だから結構薄商いだったじゃないですか。だから、なんだろうな。多分、その、アルゴで売り買いしているとこが、その、ビットを引っ込ませてオファーを入れてるっていうような動きをしてるんだと思います。いまいちその、普通はだから、オファーを買って、ぐんぐん買っていって、相場が上がるのは普通なんだけども、反対の動きがね、たまにあって、それが不思議なんですよ。ショートカバーの反対は何だろうね。あとはその、ミニの相場があるでしょ。で、ラージの相場があって、そこで、アービトラージみたいなのやってるんだと思います。だから、それが、アムロとソシエテ・ジェネラルの、手口を見ると、なんとなくわかるんですけども、ね。だから、アムロがラージを買いつつミニを売ってるとか、その反対で即時案、それに向かって反対売買やってるとかって、
なんかそういうお互いの動きがいろいろあって、難しいね。ものなんか説明するのは苦手で申し訳ないんですけど。そう、枚数的に全然多くなかったでしょ。それがすごい不思議なんですよ。だから相場が下がってる割には、下がり幅が大きい割には、約定枚数がすごいなんか少なくて、ものすごい違和感を感じたんですよ。それは確か。で、このナイトセッションなんですけど、今は全然それなりの動きなんですよ、これ。ラージがもう、それでもあれか、699枚だからそんな大したあれじゃないけど、ミニが15000ということは、16000か、ということは1600枚なんで、ミニが1600枚ラージ分の枚数売ってて、ラージがもう700枚の売りしか売ってないから、そもそもラージがそんなに売り崩してないっていう。だって本当にマーケットを売るには、ラージって大体1000枚から2000枚ぐらいマジで売ってくるのが普通なんですよ。相場が下がってる時って。で、そんなに売ってないっていうことは、なんだろうね。でもミニに委ねてるってことは、そのうちなんか、やっぱりこう、下行ったとこは買ってくる可能性があるよね。長い目で見て。要するに、だから日経は中長的には強いんだと思いますよ、これ。そういう感じがするんだよね。で、本当に日経が下がるときっていうのは、ラージもとことん売ってくるから、それがないんですよ。それが、なんか、不思議に思いました、今日。さあ、そんな言ってもね、下がってるじゃないかって。そうなんだけど。でもこのラージのこの、結局、売り買いの売り越しの枚数がすごい大したことないんで、不思議です。was also what informed us in terms of our defensiveness related to the market. And when you talk about the market, several of your guests have already highlighted this morning the size of tech, the size of growth. これ画面見て人すぐわかると思うんだけど、もうそろそろあれですよ、これ。一番底のレベルまで戻ってきてるんで、下まで来てるんで。これか。現物はもう最初の一番底を抜いてもっと下がってるっていうことは、もうなんだろう、この辺別にあれじゃないですか、結構もう下行っちゃってるから買われる要因よくわかんないけど、買ってもいいんじゃないの？違う？ダメ？でも今相場下がってるからね、下がってるとこを買うっていうのは難しいよね。だから落ち着いたとこで、反発しそうなとこで買うっていうのが普通ですよね。was saying yesterday that the bear market has more room to run, saying, continue, my best case is that we're 6 months into a bear market. For those tactically trading, it's possible the first leg of that has ended, but I think it's highly probable. これを見ると、今、日足の、一目金公表を見てるんですけども、ダウの。そうすると、雲からかなり離れて下行ってるんで、
あんまり行くと、この反発要因が強くなってくると思うんですけどね。この下があるでしょ。こっから下行ってるから、ちょっと離れすぎちゃってるんですよ。だからそこそこ行ったら反発っていうか、上の方にね、行くと思うんですけども。日経の方は結局、もう470円で、一応止まったわ。And maybe have a little bit of skew to that lower end income scale who's getting particularly impacted by food and gas today. So we've seen that. We think that that basically broadens out a bit more to some other parts of the market. That being said, okay, we see this being limited to a multiple and earnings hit. We do not see a part 3 just yet of a broader economic hit. So, Lisa, to answer your question, yes, there's probably a volatile summer ahead of us, but we still don't see an economic contraction. And with that, you're probably going to be limited to maybe 日経はね、だから、 further downside. これもう一回見ると、ほら、下の方は薄商いなんですよね。550円以下は薄商いついてきてない売りが。And yes, they can't solve issues with drilling for oil or with planting more crops, but they can dampen demand. Where does that fall into this sort of softer outlook of yours? So it's a super complex topic, and the way I would answer it, and I'll add to that, by the way, everyone's ラージがだから650枚の売り越しで、ミニが14000枚の売り越しだから1400枚の売り越し。そう、だからミニ主導なんですよ。で、ラージがついてきてないんで、そんなに相場が、日経の場合は、相場が崩れるほどの売りじゃないっていう感じですかね。ミニ主導ですと短期的に売られているっていう感じなんです。で、このミニじゃなくてラージ主導になると、それはちょっと警戒した方がいいですよね。それはもう本当に売りが来てるっていう感じなんで。はい。The maturity roll-off really does accelerate towards the second half of June. So you're going to continue to see this market volatility. You're going to continue, we think, starting in July and maybe even extending to September. You're going to see earnings pressure on the cost side of things. On the dollar side of things, look at the dollar moving. This morning, you heard from a huge software a few weeks back about their dollar. 今日聞いてる人はどっちなんでしょう。ショートが多いのかな、それともロングが多いんですか。半分半分なのかな。それが分からない。今までも日経上がってきたから、どうなの？ロングなのか。So in terms of tech, I think they're unique in that, look, they've suffered the most, as we've talked about, because まあでも中長的には、中長期的には上なのかなとは思ってるんですけどね。もう少し上に行けるような感じかなと思ってるんですけど。そういえば、だとしたら、あれを。オシレーターが下に来てるけど、全然まだ上だよね。ね、これを見るとまだ下がるって、そうかな、そうだね。そう思っちゃうよね。まあでもわかんない。ここで、だから途中で止まって上に行くとか。だからこれを、なんだっけな。週足、そう、週足で見る。癖をつける。And think about some of the pressures there. I think industrials and PMIs, frankly, have further to fall. Okay, so that's one area we would think about. Look, in terms of the defensive sectors that have worked, you've seen that kind of classic rotation to date in terms of utilities, healthcare, some REIT outperformance. The one area Mike and team has been a little bit more cautious on is staples.
And so they are dealing, frankly, with the inflationary pressures probably most. Yeah. So that's another area, Lisa, where there's probably going to be more surprises in Staples land this coming quarter. 昨日だったっけこれ。今、週足の日経225見てますけども。昨日だったっけここまで行ったらもうこれ以上行かないって昨日言ったような気がするんだけど。なんかその通りになったね。早すぎるんだね、これ上げるのは。もうちょっとこう余裕持ってこういう感じでいってほしいんだけど、途中でここまで行っちゃったからね、最初にもう上に行き過ぎちゃってんだよね、これね。CFD の教えたと大阪での教えたが全然違う。そう。あ、トイズ ZM さんどうもこんばんはです。We continue to favor from the equity standpoint, we continue to favor those global franchises with pricing, with brand equity that are frankly winning share in this environment. And I'll just say one last thing that are using これでもこのトレンドライン見れば to become more efficient. ね。 That was a trend going on before COVID, but like we've talked about, that continues to be incredibly paramount importance. Dan Skelly of Morgan Stanley, thank you so much for being with us. Coming up, U.S. inflation surging to a 40-year high, adding yet another headwind to the airline sector. That conversation coming up next as we see those losses continue to deepen. The S&P down 1.8%. ね、こう上行ったんだけど、あ、この線の中入ってきちゃったね。このトレンドラインの中入ってきちゃったね。You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. そうすると、このまんまだと、これ週足だからな。あ、そっか。今週で終わりか、これ。そうすると来週がさ、これ反比例してこう下行っちゃうんだね。多分。違う。これを、この形を逆さまにして、今度はこのヒゲの分をこっちに持ってくると、それが次のターゲットレベルになるとしたら、この赤い線、これがね、基準線だと思うんだけど、基準線まで来ちゃうか。そうすると、26,950 円。27,000割ったとこで。そこまで来ちゃう。本当？全然言い過ぎが。まあ、一応オシレタだからね。オシレタはオシレタなんで。この週足の、ローソク足を見ると、そういう考えになっちゃうね。この1週間のこの形、週足のこの形がもう、上髭がすごい長いんで、来週はその反比例してこう下に行くっていうね。例えばなんだけど、似たようなのがあればいいんですよ。そうすると、例えばこれ、見えるかな？スペースでちょっとイメージ的にわかんない人は手元の携帯でもいいんですが、日経225の、先物の週足だとあれか、見えないかな。指数でもいいですけども、3月15日のこの週が、上髭が長いんですよ。ボディが短くて。で、その次の週反比例してるでしょ。この反対の動きになってるんですよ。そう、だからこういう動きが次の週に起きるってこと。他にないかな。どっかにあったような気がするな。これか。
これ、12月13日の週足。上髭が長くてボディが短いでしょ。で、次の週。ほら、こんなに下まで来るっていう。まあ反発したんだけどね。だから、その月曜日からすごいガタッと下がるんだけど、でしょ？途中で回復して結局は上がったっていう感じなんだけども、出だしはすごい低いよね。だから来週全般は結構下に行くかもしれない、これ。で、途中で反発して、木金はうわーっと上に行く。わかんないな、これ。でもなんかそんな感じがするな。しません？結局わかんないときは、過去の、日足の形見て、ね、似たような形があったら、で、その次の週はどうなってるかっていうのを見りゃいいんですよ。でもこういうのもあるか。これはでも上がり局面で下に雲があったから、ここで下がるんだけど結局こっちで上がってるよな。いやでもこれはね、上にこう雲があるでしょ。これなんか名前があるんだと思うんだけど、なんつうのこれ。シューティングスター。逆ハンマー。Now, one would expect that to start dropping, but it hasn't yet. Of course, we're in peak travel season now, so we'll keep an eye on that going forward. まあでもこれはあれですからね。CFD 日経だから。じゃあ普通の日経はって。っていうか普通の先物はどうなんだって。じゃあこれをミニ日経を週足にしてみようか。あ、そっか。週足だからもう、来週がもう、今日のナイトセッションに始まってんだね。だから、この形が反比例して下に来るっていう。もう始まってますよねって。そっか。そうすると、下行っちゃうね、最初はね。来週月曜日は弱い。そのまま行くと、あれですよ、26,950円。やっぱり26,950円だ。27,000割っちゃいますよ、これもだと。Which brings up your other point. That's exactly where I wanted to go, Helene. I mean, basically, you could argue, do we really need that much more demand if the sky is the limit when it comes to how high airline tickets これもだから、これね、これに似た動きをするんじゃないかと。というかもう、ね、来週の週がもう始まってて、こう下に行ってるから、もうね、下に向いてますよねっていう。確かに。ということはどういうことかっていうと、ね、来週、ガタッと下がったところは買いなんですよ。そう。じゃあ今どうしたらいいの？今どうしたらいいか。ここで売るのもな。510円で踏ん張ってるしない。Much of this is being driven by business travel, people getting back out to conferences, a shift away from simply leisure and discretionary spending.
そうするとさ、結局雲の上限まで戻るんだ。何のことかって。こういうことですよ、先生。ここまで戻る。雲の上限。ほら、だいたいまあその辺でしょ。27,025円。そこまで行っちゃう。Demand is really high. We don't have capacity, and yet every airline manager will tell you we're still not back to 理論的にそうなっちゃう。So they think there's room to go to the upside, and まあでも、あんまり言うとね、ロンガーの人かわいそうだよね。ショーターの人は、もう今の聞いてても嬉しいんでしょうけど。Getting absolutely hammered down 2.4%, a regain in that relationship where tech stocks are losing more than the rest of the market considering their rate sensitivity. DM がクエスチョンが来てましたよ。You will put a woman on Mars. You will bring forth global cooling. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities.Before you change the world, なるほど。釣り安ですよね。ナスが下がるうちは。まあね。結局反発しなかったからそのまんま下行っちゃったね、これね、相場ね。たまに急になんか反発するときあるんで、そういうとこ狙ってパッと振ればまたこう下に行くんでね。どうしよう、どれか使おう。ナスダックが見たい。これでいいかも。指数。ナスダック 100？100 の方 ?100 はもう全然ダメでしょ。そうね、もうギャップ開けてるもんね。窓開けて下なんだ。ああ、厄介だね、これ。わかります、これ。あ、そっか、現物で見ると、これあれだよね。アイランドとかいいんだよね。アイランドを形成しちゃうと、で、こっから始まってるから、こっから今度はこっちの方に行くんだよね、多分。そうやって考えるとさ、で、しかもこのピンクの、この棒のやつが上に行ってんのが今度は下に行くから、これがだんだん長くなっていくんだよね、ピンクが下の方に。そうすると相場がもっと下に行くって感じ。冷やしの見ると、なんかあれだよな。弱気なんで、短期じゃないから。冷やしのやつを見ると、ちょっともうちょっとこれ下行くなと思っちゃうよね。You will put a woman on Mars. You will be the first chief crypto officer. Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. そう、だから、
もしポジション持って、なんか利益で取れるなと思ったら、思ったとこで利確した方がいいね。あんまりこうずっと持ってるとやられちゃうんで。どっちもそうだよね。ロングもショートも。その乱高下激しいから。でもこれ、冷やしのやつ見ると、ちょっともうね、来週月曜日なんか弱そう。今日のだって、もうこの、CPI の、数字で、結構、ファンドマネージャーがもう、調整モードに入ると思うんで、で、これからアメリカは夏休みとかで、ドライブの時期になるんで、どう考えてもエネルギーがまた高騰するでしょう。で、夏だからエアコンつけるし、ね、そういうことを考えたらもう、CPI はもうね、もっと上に行く可能性が高いっていうことだね。で、それに対して抑制するには、それなりのフェットは金利を上げなきゃいけないから。だから株がおかしくなっちゃうね。そういう考えたら。やばいですね。やばいです。はい。ちょっとね、これ見ると弱気になっちゃった。もし皆様、アイランドって聞いたことなかったら調べてください。これ、上の方にね、こう固まっていて、ここがギャップでしょ？だから上に行くときにギャップで上に行って、下に行くときにまたギャップを開けて下に行くっていう。そうすると、離れ小島になってるね、これ上が。そうすると、かなりこっから乖離して下に行く要因が非常に強いってことだから。でも多分出だしが多分一番弱いから火曜日じゃない、来週の月曜日が弱いのかなと思います。そう。だから日経の場合は、日経で捕まってて、どっかで損切んなきゃいけないっていう人は、まあそもそもこの510円をこう割って下に行ってるっていうのがね、良くないね。反発しなかったねっていうことだから。で、次どこなのって言ったら、まあ、さっき言ったんですけど、380円。で、なんで380円なんですかっていう話なんだけど、それはボリュームが一番多かったところを見て、流動性が高いところで一旦止まるっていうのが、まあ、基本的な考えと思ってるんですよ。そうすると、まあ、この辺なんで、27,380円。ね、下がってきた。そう、だから下手したらこれ、月曜日さ、27,000円は全般 ?27,000 全般いきそうですよ、これ。週足のローソク足が、上髭が長くなっちゃってるから。そうすると、その反比例した動きが来週起きるんで、でも出だし、来週の、だから月曜日にガタッと下がって、でもそこが底になると思う。で、そうなった時に買いだな、多分。で、損切んなきゃいけないどっかでっていう人もしいたら、難しいんだけども、
だから380円かなと。ほら、450円とかでしょ。だって。Inflation. Let's bring in Ira Jersey, Chief US Rate Strategist for Bloomberg Intelligence. Ira, just your reaction to the CPI print today and the repricing. まあ、ショーターの人はね、全然大丈夫ですよね。そう考えると、昨日言ってたローソク足パターンじゃねえや、セッションか。セッションよかったでしょ、あれ。セッション。ね。高値更新が連日10日間続いて、で、もう1日続いたんだよね。だから11日間続いたんで、かなりそれは珍しいっていう。かなり珍しい分、それなりに相場は下がりましたねっていう。そこだよね。だから、で、これはもう、ね、別に普通にチャート持ってれば、数えるだけでいいですので、ね、上がり相場になっているときに、どんどんその毎日、連日上がっているときに、そういったことを見ると面白いですよ。ね、連日高値更新してますね。何回やってんの？10日間連続上がってるよ。ただ単に上がってるんじゃなくて、高値更新が連日10日間。でしかも、おまけにもう1日分、11日間も上がってる。珍しいっていうね。統計上10日間続くと次は調整するっていう動きらしいんですよ、これって。で、簡単に見れるし、別に線とあれを引かなくても、ね、高値更新を数えていくだけでいいですから、はい、やりやすいんですよ。で、長いやつであれば一番その影響力があって、だから1日、日足のやつが一番影響力がある。で、時間足でもね、影響力あるんですよ。そう。だから、1時間ごとに高値更新してるのも10回ぐらいがだいたいメドなんですよ。そこから反転する。まあ、必ずしもそういうわけじゃないんだけども、で、それが続いても、いったとしても、12まで。さすがに12いくと、その次はもう結構調整が入る。面白いことに。そうだからこのチャートのローソク足セッションってやつはおすすめですよ。簡単だし。まあそれはさておきですね。ちょっと悩んでる人、どっかで切んなきゃいけないんだっていう人、まあ380円かな。でもそこで反発したら嫌だよな。ね、切んなくてもよかったって。だから380円ついて様子見た方がいいな。ね、そこでリバウンドするかもしれませんし、リバウンドしてもね、またもう一回そこ行ったりなんかして、その時に一番いいのが出来高棒グラフなんですよ。どれだけトレードされてるかっていうのがそれでわかるんで、ね、これで見ると結構下行ってるんだけど、ほら枚数がそんなに、まあせいぜいここ460円が今600枚トレードされてるから、これだとまたインパクト的に600枚だと40円のインパクトっていうふうに考えてますので、そうすると次がだから、まあ単純に460円引く40円で420円なんですよ。
like we said, the discretionary goods and discretionary services has to decline, right? That's the only way that we can get inflation significantly lower. 問題はだからミニだよね。ミニ主導でいっちゃってるから。今ミニは2万枚の売り越しってことはラージに直すと2000枚の売り越しなんで、ミニ主導で売られてるっていう。さっきも言いましたけど。で、ラージが、そこそこ来たか。966枚。そうすると、ラージとミニ合わせて2900枚。もうほぼ3000枚売り越し。日中よりも今の方が売られてるっていう、そういうことですよね。Ira, what is the resilience of credit within this environment? Yeah, well, corporate balance sheets are very strong right now, and I think the difference is like, if you haven't refinanced yet, you kind of missed your opportunity to either pre-finance some of your upcoming maturities or not. So I think with credit right now, it's really a matter of, will companies think about expanding their operations, and this is where you can wind up seeing business investment actually start to slip pretty significantly, and that's another area where you can wind up seeing in GDP terms, maybe a little bit of a slowing in those sectors, because you're not going to have debt financed business investment. But I think from a corporate credit quality standpoint, things aren't that bad, at least not yet. All right, Ira, really appreciate it. Again, kudos to you for calling this one. Ira Jersey of Bloomberg Intelligence. Just to recap, ダウがもう一番底も通り過ぎて下行っちゃってんじゃん。そうか。Slumping to a record low. 3 to 5 year inflation outlook. それおかしだったな。1 year inflation outlook moving higher as well. The biggest miss that we've seen. ここまで行くと何？どこまで行くの？だから2番底のとこまで行くの。その前に反発したら面白いね。そしたらあれじゃない。わかんないな。金曜日がかなり売られると、ね、アメリカって金曜日かなり売られるとそのまんま地合いが月曜日まで続くんだよね。そうすると今日だけのことじゃないかもしれない。なぜかというとファンドマネージャーって今日の数字を見て悪いからじゃあもう売ってくれとかいうそんなやり方じゃなくて、一応その数字の中身を見て判断していろいろレポートを見ながらやるんで一日中かかると思うんですよ。でそれを見てお客さんと話してどうしましょうか、じゃあ売りましょうかっていう話を月曜日にして売ってくるから、月曜とか火曜日まで続く可能性もあるんですよね。そう保守派の人たちは大体そうですよ。急には売ってこないんで、ちゃんと状況をしっかりと判断しなければいけないから、レポートを細かく全部読むんですよ。それにはそれの時間がかかるから、それを全部読んで、で、じゃあ少し持ってる株を売りましょうかっていうふうに言って、やり取りをするんで、それが1日ね以上かかると思うから、だから月曜日までかかったり、あるいは火曜日まで売りが続いたりするんです。そういうのを考えるとやっぱりちょっとね、売られるこのねまだ続くかなと思いますよね。とか言ってる間にもう420円じゃないですかね。380円で止まります？止まる？いやだってまあ一応そこがこういう時って本当にトレードしたくなるんだけどしちゃいけないよね。400円だし。だからといって売ると踏まれるリスクっていうのがあるからね。売れないよね。390円。なんか私は言ったことをそのままマーケットが
なんかこう、試しにいってるって感じで、380円。1時間80超えた。過去は20まで下がっているように見えます。こんばんは、どうも。ストキャ、俺あんまりね、ストキャはよくわかんない。見たことないんですけど。まあそういったね、インディケーションも見た方がいいんでしょうかね。380、どこまで行った ?370 行きました。70円まで行って、430 comparison, latest Friday, $775 pounds. Well, everyone's feeling it. You go to the gas pump, go to the grocery store. We've seen these ships lined up here last year ahead of the holiday season. 370円行きましたけども、360円行くし、止まんねえじゃねえかよ。What are you seeing in the data through the port in your most recent month about demand, about prices on container ships? What are you doing here at the port of Los Angeles? ここであれ見るか。Ed, we're past the worst of this, whether it be the health of the worker, the variants of COVID-19, the stacks of ships out in the Pacific Ocean. For the month of May, we'll move nearly 970,000 container units. It'll be our third best. この緑の色ってのは、買いが入ってるってことなんですよ。オファーを取っていくと、オファーの枚数より、オファーの枚数を取っていくのは、緑になってるのは、買いが入ってるってことでなんですけども、まあその辺をめどにね、買ってる人が多いっていうことなんでしょうね。でもあれか、ミニ主導だから、短期的には売られているのは確かなんですけども、どこまでいったのかな ?360 円だよね。この緑が増えれば、買いが入ってるっていうことだから、安心感につながるんですよね。まあわかんないですけど、ミニがもう赤だからずっと、赤っていうのはビットを叩いてますよっていう。How does that manifest itself, please? Well, as is Brian Deese of the NEC, as we also saw Gina Raimondo, Secretary of Commerce, we're working on a daily basis with the White House, the cabinet members, and key まあでも日経の場合はね、かなり上行ってたからね。But very respectful. We've got very seasoned negotiators on both sides of the table, and we want to give them the room to negotiate this contract in the proper way. ダウのね。Hey, Gene, it's Alex in New York. It's good to see you. You talked about how the consumer was really strong. You delivered strong numbers for May. We just got some really bad UMISH sentiment data. Inflation expectations rose. It was the record low for UMISH. It just means consumer sentiment is really rolling over. What's your visibility into how well the consumer is going to do in the next 2 to 3 months? Well, we're all concerned, but the upstream orders coming from Asia, getting ready for an early arrival of peak season goods, look strong. The June numbers will be very healthy. That peak season cargo, think about not only the holiday goods, but those in back to school, fast fashion, even fall goods are going to start hitting our docks here in Los Angeles by the end of this month. Those orders look very good. What we'll also see is cost-minded consumers looking for the necessary bargains to put food on the table for dinner. We may be buying hamburger instead of steak, beer instead of fine wines. We're going to keep buying. Our savings accounts are fairly high, and the revolving credit number that came out this week was やっぱり夏になってくるんで、やっぱりその人が消費する時期であると。ね。向こうの子供って学校って知ってます？ 3ヶ月ぐらい休みがあるんですよね、夏休みって。だから家族で旅行したりっていうのがすごい多くなってくるし、消費が
多くなるっていうことで、だから必然的にこの CPI は上がる傾向にあるということで、まあそれ先取りしてまあ売ってるっていうことでもあるのかな。ね。もう夏もこう高いだろうからもう先に売っちゃうっていう。companies that import through the port of Los Angeles, those two are not going to specifically drive the inventory story. Many folks tell me that they're still trying to build those safety stocks, be prepared for our ongoing needs as well as those coming up in the holidays. Gene, good morning. Tom here from London. I have a question around China. I want to tie that into what is happening. We're starting to see an easing of the port conditions and exports out of that economy. But of course, COVID-0 remains in place for policymakers in Beijing. What are you seeing in terms of those exports from China, and how are you adjusting to the choppiness that we're seeing as a result of some of those restrictions that we've seen put in place? この売りはでもしかしすごいですね。For a number of years, keep up with a lot of folks there on the ground. We're in the 11th week of the lockdowns in Shanghai and did not see the precipitous drop in cargo that some observers had called for. The ports and central government had prioritized this long-haul cargo coming to Los Angeles and Southern California ports, and now we're starting to see just a little bit of an uptick, which are the peak season goods I just mentioned. But realistically speaking, the port of Shanghai has been running at about 85 to 90% of true capacity, and the neighboring port of Ningbo is up 25% during this lockdown period. They've really stepped up to pick up the slack of these exports from China. Okay, Gene, let me bring it back to the conversations and the discussions about workers there in Los Angeles. Do you expect, just to be clear, do you expect to get a deal? No, I don't. History has shown that these negotiations go beyond the traditional expiry, but the rank and file dock workers who've been on the job an average of 6 days a week since the pandemic began are going all out. There's work for everyone who wants it. Both the union leadership as well as the Employers Association have stated to me as we broadcast in our press conference last 2 months that they're going to continue to work as hard as they can at the table while everyone is out moving cargo. We don't want any disruptions to the American supply chain. 反発して上に行ってるわけで、反発して上に行ってるんで、その一番下を見ると、260円が250円なんで、そこが一つの目処かなと思うんです。とこういうとことか、ね、引けがだいたい260円でしょ。で、あとこの出来高棒グラフ見ると、ちょうどそこら辺が、その、主にトレードされたところの加減に当たるんで、で、それでも割っちゃうと、これ、商いが非常に薄いんで、下までこうガタッといっちゃいますよね。そう。だから、250円サポートできなかったら、また売られるっていう、そういう試合ですよ。とか言ってる間に、ほら、330円だよ。あ、ダメだ。Are you getting us to a place where this isn't going to happen again? Well, you cannot say never. 売りたかったけど売れなかったね。It's like any type of craft. There's always something you want to improve at, but we have ということで、 some really great steps ちょっとね、 In January, we had ずっと話してるからさっきから疲れちゃったよ、私。おじさんだし。疲れましたもん。この下がってるところ見て目が痛くなってきた。じゃあ、ちょっと、売買動向の方も、ノートの方に投稿しますんで、ね、こういうのを見てる人もいるんで、やっときますんで、この辺で、終わりにしたいと思います。はい。スペースの皆様、131人、まあそこそこ残ってましたね。どうなんだろう。
And that's going to create uncertainty リクエストの across 人い all ま the すけども。 financial markets that we pay attention to. You will put a woman on Mars. You will bring forth global cooling. もし何かあれば。 Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get トイさんどうもありがとうございます。 you get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. どうもです。新しい方かな、トイさんは。ね。ありがとうございます。ハートももらって。ありがとう。恥ずかしくなっちゃう。お疲れ様です、皆様。ピース。ケイコさんもどうも。結構ね、女性の方が聞いてるからね。ふさふささん、どうも。緊張しちゃいますよ。お、出た。24さん。ドヒュン、ドヒュン、ドヒュンってやつ。時間が鳴ってるってやつ。ピース。はい。質問等なんかあれば DM で読んでおきますんで。Markets really dropping like a stone. The question becomes, how do you hedge this very stickier inflation that we're seeing? So the biggest broad-based commodities ミッドさんどうもありがとうございます。そう、それで皆様ノートを購入できていただけたらもっと嬉しいです。サポートでもいいですし。ね。レオさんどうもありがとうございます。Thank you, thank you. これから皆さんどうするんですかね。今夜誰かまたなんかスペースやってんじゃないですか。どうでしょう。ちょっと下げ渋った。もうちょっと下行くのかなと思ったけど。360。380円上行かないとね。山を越えちゃったのはあんまり良くないよね。Well, it's interesting. You hear a lot of commentary that you should actually go after those producers, the companies that are mining. But given that, being in the stock market itself, those equities, ここまで来ると来週がね、気になるよね。まだ始まって11時半だからあれか。1時間ぐらいしか経ってないんだね、ニューヨークはね。1時間しか経ってないのにここまで下がるっていうことはどうなんだろう。後半にかけて、引けにかけてちょっと入るのかな。このまんまだとダメだよね、でもね。なんとなくね。今の状況ですとダメでしょうね。でも、意外と引けになったら、引け近辺になったらちょっと状況変わるのかな。ね、寄り付いて1時間しか経ってないから、これでもうダメだっていうのを、ちょっと考えが早すぎるから、わかんないけど。
ね、こっちは朝からずっと相場見てるから、ずっと下がってんで。はい、ありがとうございました。良い週末ありがとうございます。皆さん、どうもどうもです。OK。ということで、週末になりますんで、皆様良い週末をお過ごしください。ね。で、また月曜日だね。Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. さっきからトイさんがどうも、パチパチ。ありがとうございます。すいません。そんなに良かったかな。ショートして喜んでるとか。わかんないけど。はい。では、吉尾さんどうも、0から3どうも。吉尾さんはね、もうショートしたからね、嬉しいよね。トイさんもそうなのかな。じゃあ、ミュートにしてお別れします。はい。バイバイ。良い週末を。Into an extremely ugly trading session, the S&P now off by almost 3 percentage points. Bloomberg's Abigail Dale is tracking some of those moves for us. こっちは空いてんだよね。YouTube の方は。皆さん見てんのかな？3 days this week. In fact, the worst stretch going back to late January. But over the last 3 days alone, down 6.6%. And of course, a lot of this on inflation coming into today's CPI print and revised economic views. But that hot report really pressuring the NASDAQ 100 in particular because it means that we've seen 2-year yields, the short end of the curve, absolutely surge higher. That brings valuation front and center. As for some of the worst sectors on the day, let's break it down. And we're going to see big declines. The retailing index is down 4%. Walmart, Target, all these retailers, Kohl's talking about inventory problems managing inflation. Today's report certainly brings that into the forefront. Software down 4.1%. Hardware down about 3.5%. And then the banks, this is interesting because I was just talking about that 2-year yield spiking right now. The last time I looked at 14 basis points, right around 3%. At
down 3.24%. This has to do with while we have the short end spiking, the long end is basically staying in place. So we have flattening yield curves, and in the case of the 530s, we had a brief inversion earlier, and the 210 yield curve last time I looked below 10 basis points. So the bank's not liking that at all. Rounding it out, we of course これをだから867円として考えて、ここから同じぐらいの大きさの長さのどこまで下に行く867 The inflation, that's an ugly chart, and it may suggest that there's more to go for stocks as the year progresses, Tom. Bloomberg's Abigail Doolittle worth noting as well that spreads blowing out here in Europe, particularly the peripherals, the BTPs and Greek debt. A big move out, yields up more than 20 basis points on both of those. Right, US inflation hitting a fresh 40-year high in May. The preliminary University of Michigan index, as Abigail was mentioning there, sinking to a record low. Joining us now for a read on the consumer then is Elias Sabo, Cody CEO. Cody owns and manages diverse つまりこの長さとこの長さが同じなんです。そうすると理論的にここまで下がってもおかしくないっていう。そうすると 26,580 円とかな。ありがとうございました。ありがとうございましたとか言って言われて、まだ自分でなんかいろいろ説明してるんだよね。終わってないっていうね。そこまででも下がるか。ね。それはちょっと行き過ぎかなと思うんだけども、だから来週の月曜日にものすごいこのままだとすぐ下がるんだけども、その下下がったところが意外とものすごいいい買いのチャンスなんだと思います。そう。だから来週はそれ狙った方がいいね。月曜日。まあ、今夜のニューヨーク次第なんだけども、今のニューヨークこの相場だと、このままの動きで下まで行くと、今度月曜日も危ういんで、で、その時に日本株式市場が座布団のように悪い地合いを吸収するんですけど、その時に相場がこうガタッと下がるって、で下がったとこを買うっていうところです。Well, Elias, that's a good distinction that, you may have peaked on inflation or be close to peaking, but that doesn't mean that inflation then falls like a stone. And I guess what is your visibility of if we have peaked a little bit, do you have any visibility into how quickly prices can come down, and if so, where? Yeah, Alex, I think inflation is like a boat rather than a race car. I think it takes a lot of time to turn it, and I think it's going to be だから過去に同じようなことあるんでね。見るとこういうふうにここから下がった分が反比例してこっちに行く。そうすると来週ほらここまで下がってるじゃないですか。そういうやつですよ。We still have to push those prices through in order to gain our margins back. And so, we view CPI as probably a little bit lagging to some of the inflationary pressures that we're seeing. Now, on top of that, labor, which constitutes the majority of inflation, and we don't do a lot in services, but, labor is an even bigger component in services. We're just seeing labor costs continue to rise. I mean, availability of labor is 以上です。ということで、もう遅いんでね、週末ですし、皆様、快適な週末をお過ごしください。ということで、じゃあまた。バイバイだね。バイバイ。Absent some type of shock, maybe a much larger and more aggressive, kind of See Fed you. tightening process, or the economy recesses more quickly than people anticipate. And we're not seeing that. We're seeing demand still stay robust, especially